皆さんこんにちは。今ほどは、寺勝の31筋、横丁編を正川さんの案内のもと、たどってこられたと思いますが、ただいまより、中町、そして一部北町のルートを案内させていただきます寺勝協議会メンバーの、宇野と申します。これから、しばらくのほどお願い申し上げます。お願いします。はい、では行きますか。はい、行きましょう。はい、はい、ではまずこの場所からなんですけれども、はい、ここが実は南天橋という南の天の橋ということで、ここの道路は加賀藩時代金沢から松戸を越えて青、そしてこの寺井から小松へつながる北の国と書きまして北国街道でございました。そこでこの橋の名前が南の天の橋、ここで実は江戸時代の途中では町が終わってました。で、南の橋っていうことで南丹橋という南の橋の橋っていう言い方もしてたんですけれども、それがお話をしている間に南の天の橋ということでこのような名前が今でもつながっておりまして、ここになんと九谷焼の当番が九谷焼の町という名残をとどめておきたいということで九谷焼の当番が両方についております。これはいかにも、加賀藩が参勤交代の時の、こんな形で通ったんですよっていうのを伝えようとしております。はい、ちなみに参勤交代は、1635年から始まってますけれども、190回参勤、こっちから江戸へ行くのを参勤、江戸から戻ってくるのを交代って言いますけれども、190回やったんですけれども、主に加賀藩は、富山信州のを通っていくルート、下街道を通っていきましたので、190回のうち181回は富山の方回っていっております。たった9回しかここ通っておりません。そういうので、こちらは上街道って言いますけれども、そういうような形でどちらにしてもこの道を通って、前田の殿様は江戸へ行ったということでございます。では次に行きたいと思います。はい、皆さんこの場所は、明治天皇が明治11年に北陸地方に、巡行ということで足を、運ばれて手取川を渡って、青を抜けてこの寺井の、来られた時にお休みどころっていう小さな休む、ところと書きまして、明治天皇のご一行様798人がこの場所で、一服をされた場所で、この場所には鈴木、清七様のお家が清七さんのお家がありまして、明治天皇は馬車から降りられて約30分間ご休憩を、取られて、小松の宿舎に向けて、お立ちに、なられました。この鈴木家というのは主屋、塗り物の師の屋と書きまして主屋と呼ばれている寺井の名家で、鈴木清七氏は後に寺井村長や、野見郡郡会議員も務められました。ここは今現在は銀行さんがありますけれども、その前は公民館という3階建ての、建物の公民館が昭和31年にできた建物もありましたが、ここが、寺井の、駅が江戸時代から明治にかけて、寺井の駅が、ございました。で、ここにはなんと
江戸時代には馬が43頭もここにおりまして、そして高い札の馬って書いて高札馬っていうのもここに、看板が出まして、いろんな、お触れが、ここに書かれていたり、あるいは問屋場と書いて問屋場って言いますけれども、そういうものがあって、馬のお世話、妊婦のお世話、旅人のお世話をする、そういうような役割を持ったものがこの場所、宿の駅、寺院の宿場の宿の駅になっていた、場所で、ございました。今後ろに見えてますけれども、古くいかにも北国街道のお家らしい数少ない、先ほど見てこられた庄川家と並ぶいかにも宿場町の風情が残っている建物ですけれども、このお家含めこの今お隣は町民の憩いの場の旗籠広場という場所になってますが、全体で1600坪強あります。このお家が坂井家っていう、この辺寺井だけではなくて当時の飲み郡南加賀の中では相当大きい、お家でして、なんと土蔵がお米を貯める土蔵が預かる土蔵が7棟ありまして、全部で3500石も一時預かっていたというくらい、昭和18年の戦後でも122丁部ということは1丁部は1ヘクタールですから122ヘクタール、それだけの田んぼを持っていたという、それだけ大きな、お家で、ございまして、遡れば明治10年にはなんと石川県ナンバーワンの納税者でしたというくらい、大きなお家が、この坂井家ということで、かつてここでは江戸時代の文献にもありますけど、きれいな川の水を利用してお酒も作っていたという、そういうような、文献も、ちゃんと残っておられまして、当然ながらそういうお家ですので、明治22年にはここの当主酒井薫さんは明治31年、明治22年に31歳で県議会議員、さらに明治41年と大正10年には寺井村の村長もされているという、先ほどの鈴木家と並ぶこの辺り由緒あるお家が2軒並んでいるという、そういうわけでございました。参考までにですけれども、こちらにあるお家が今の現在の能美市の市長の井出市長のお家でございます。はい、先ほどの続きですけれども、その現在に今残ってます土塀が、これが全て坂井家の土塀で、この中に先ほど言いました、7つの、土蔵が7つの、蔵が、ずっと、並んでて、今はもうごくわずかしか残っておりませんけれども、それだけこの地域が非常に、由緒ある、地域であったということが伺い知ることができると思います。こちらが、ここに書いてございますが、信州大谷派、芝敷山北徳寺、通称寺井に住んでおられる方は東のお寺という言い方を、しております。このお寺は大阪、摂津の国の、高槻の方から、方で、始まったと言われているお寺でして、そして、なんといってもこのお寺が有名になりましたのは、TBS の漫画日本昔話にも登場しましたが、参道山の狐っていうそういう昔話がありまして、我々子供の時はよく話聞かされた話でして、簡単に申しますと、この近く、ここは寺井ですけれども、この近くの参道山では、江戸時代には、木がうっそうと茂って通行人にいたずらを繰り返した、年老いた白狐が
2匹住んでいたそうです。で、途中いたずらがあまりにも多くなり、この近くに住んでいる馬方の久兵衛が老婆、年老いたおばあさんに化けた狐を捕まえて、このお寺まで連れてきまして、正体を出せと煙で焦がしますけれども正体が出さないと。これを見たこのお寺即徳寺の住職の仙翁が、人も狐も聖あるもの、殺生は仏の教えに背くよと言って、和尚の言うことを、住職の言うことを聞いて、馬方久兵衛は、縛り付けていた狐を逃したわけですが、なんのこの住職の仙翁も狐が実は化けたものでして、心配した、夫の狐が住職の仙翁に化けて、2匹の狐はまた三度山へ逃げて帰っていったということでございます。そして翌日、その住職のもとに、このお寺に年老いた狐夫妻が訪れて、無断で今朝を借りたお詫びにということで、長谷部国重作の短刀短い刀を届けたということです。これが今比類なき名剣、日よけの刀と今でも寺の宝として残っているとのことです。その後、この年老いた狐夫妻は寺に住むことを許されて、幸せに余生を送ったということで、今は大事にこのお寺、狐がなくなったんで、狐塚っていう、ここに狐塚っていうのが書いてございますけれども、この後ろにありまして、そういうわけで、江戸時代に寺井は大火事に見舞われたんですけれども、このお寺、また馬方久兵衛のうちとかも、火事から免れることができたという、そういう話が三度山の狐物語でございます。この後ろに見えますのは、実は恐縮ながら、私の、実家でして、この履物店、現在はペットライフ布と申しまして、明治43年、西暦で言いますと1910年、8月8日、昔の人は縁起を担いだんですね。末広がりでパチパチということで、8月8日は月曜日でしたにオープンということで、何でも屋ということで、履物を中心にろくろから何でもやっていったみたいですけれども、お店を、開店しまして、自称私が4代目になります。この通りは今は県道小松青線ですが、江戸時代は北国街道ということで、北国上街道ということで、金沢から小松、福井を抜けて今日までつながるという、そういう街道筋でございました。途中明治からは国道8号線にもなったわけですが、今は県道で、となっております。で、これが何かと申しますと、大正15年の、引き札でございます。今でいうチラシがたまたまお客様が持っていまして、今から3年前にこんなのあったよということで、こういうものを作って皆様方に差し上げていたのかなということで、この引き札が、残ってまして、当時の、にぎわいぶりを、物語っているという、そういうことでございます。この寺屋の通りには何軒か、創業100年を超えている店が、今もございます。はい、こちらは先ほどの即徳寺が、東のお寺という言い方をしておりますが、こちらは地理的な部分だからと思いますが、通称、寺屋に住んでいる人は西のお寺と申しまして、正式名称は寺井山勝仏寺と、申します。こちらは、
なんと鎌倉時代の1341年に、創建を、されたということで、ございます。こちらのお寺は、非常に町民市民に開かれたお寺ということで、通常、5月の時期には落語会を行ったりとか、あるいは、ヨガの会を行ったりとか、非常に、市民に開かれた、お寺づくりを目指されている、お寺で、ございます。こんにちは。代わりだけ喋りました。すみません。入られるならどうぞ。はい。はい。じゃあ。はい。では重典、勝負筋信州大谷派勝負筋第25代住職、重典光様をご紹介させていただきます。今25代というのは、はい、私26代目です。はい、失礼しました。まあいいんですけどね。前に出てる寺勝の札は見られたと思いますけれども、ここのお寺は550年よりも前は真言宗という宗派のお寺だったらしいです。ここのお寺の方がその吉崎の蓮如さんのところへお話を聞きに行って、これは本当に素晴らしい教えだと、この人の弟子になりたいということで弟子にさせてもらったのがここのお寺の開基、お寺を浄土真宗にしたその人なんですね。でそれまでの仏教は自分で修行をして自分の力で自分の能力で悟りを開いていこうと、こういう教えでした。ところがそのお釈迦様の頃とかと比べると時代も乱れているし、人間の何て言うんですかね、社会あるいは人間そのものの質もね、劣ってきている。そんな時に自分の能力や努力で悟りが開かれるもんだろうか、人間は迷い続けるだけではないだろうか、そういうことを考えられた人が、今から何百年も前から何人も出ておられるわけなんですね。これが親鸞が私たちに説いてくれた浄土真宗他力という教えなんですね。語り始めるとキリがないどうも。はい、それではこれが道路眼標と申しまして、つい通り過ぎてしまう関石の頭ですけれども、これが明治9年にこの江戸時代の北国街道が明治9年に国道になりました。で、大正8年にこの道路眼標が、できまして、この、地域の一つの中心モニュメントということで、道しるべに、なっておるのがこの道路眼標。旧寺井地域にはあと東東田に1箇所と青に1箇所と3箇所あるということになっております。このうちの1箇所でございまして、寺井の村って書いてありますから、非常に歴史を感じる。でかつては北国銀行、今の北国銀行の近くにもあったというふうにも、伺っております。いつここに運ばれたかはちょっと誰もわからないのが現状でございますが、道路眼標でございました。以上でした。ここは寺井町で、通称北町と呼ばれるところなんですけど、この一帯に今ここが料理屋さんになってますけれども、かつて九谷正座の工房があったところだと言われています。で正座の工房自体は何にも形はないんですけれども、昔の古文書でここにあったということを発見しまして、それで特定してあります。
この道は神社の前へ通ずる道なので神様道って言われています。でその途中にこのお不動産があるんですけれども、このお不動産は個人のお宅が管理しているお不動産なんです。でそちらの田んぼに落ちてた石を、拾ってきてお家で大事に持ち帰ったら、その石が痛い痛いというので慌てて見てみたら、その石のところにトゲが刺さってて、それでそのお家の方がトゲを抜いてあげました。そしたらその石は神様目の神様だって言われて、それからこの小さい祠を作ってそこにお祭りして、ここがお不動産になったんです。でその目の病気が治ったことによってここでお参りすると非常に眼病に効果があると言われて、いろんな方が目に病を持っている方がここへお参りに来るようになったというお不動産です。